はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第7回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。おいしいお茶を飲みながら、おいしいお菓子を食べながら、ゆったりとしたリラックスした雰囲気で話をします。YouTube の他に Apple Podcast や Amazon Music などでも聞くことができます。通勤・通学途中の方はぜひお好きなプラットフォームから音声で聞いてみてください。YouTube の方には日本語の字幕と外国語の翻訳がつきますので、字を見ながら音声を聞きたい方はぜひ YouTube の動画をご覧ください。それでは早速始めましょう。まずは今日のお茶とお菓子を紹介します。今日のお茶は紅茶です。こちらのルピシアのアールグレーダージリンの紅茶を飲みます。ルピシアはお茶の専門店で、紅茶以外にも様々なお茶を取り扱っています。ちょっと大きめのショッピングモールとか百貨店なんかにも入っています。今回私はそれのアールグレーダージリンを飲んでいます。中はティーバッグになっています。値段もそこまで高くはないので、ちょっとしたプレゼントなんかにね、買うのにもいいものですね。こういうね、ティーバッグが中に入っています。今回のものはこのサイズのティーバッグが10個入っています。そしてお菓子はこちらのアマンドショコラソルトをいただきます。中にアーモンドが入っていて、外側がチョコレートです。これはいろいろな味があるみたいで、今日私が食べるのはソルト、つまり塩味のチョコレートアーモンドです。これはどこの会社なんだろうね。初めて実は今回いただいて食べたんですけど、製造者はチョコレートデザイン株式会社、神奈川県横浜市ですね。横浜の会社なのかな。バニラビーンズっていう多分これ会社の名前だと思いますが、後で概要欄にねホームページを貼り付けておきますね。はい、ではこれちょっと一ついただきましょう。もう実はすでに何個も食べたんですけど、やっぱり美味しい。はい、それでは早速今日のあれこれラジオを始めましょう。まずは前回のあれこれラジオにいただいていたコメントを一つ紹介します。前回のあれこれラジオのテーマは年末年始でした。年末年始に日本人が何をするのか、どうやって過ごすのかということを紹介しました。その中でお年玉について紹介をしたんですが、そのお年玉について質問をもらっているので、それを紹介します。年始の時お年玉を子どもたちにあげるというのは何歳の子どもたちには一般的ですか？お年玉をもらう側の子どもの年齢制限ですね。あとその下にもお年玉をあげる側が結婚しているかどうかが関係あるのかという質問も続いていました。日本ではお年玉は大人から子どもにあげます。年上の人から年下の人にあげます。そしてお年玉をもらう側ですね。子供は何歳までなのかという年齢についてですが、これはだいたい大学生ぐらいが目安になります。家庭によっていろいろな習慣がありますが、多くの場合は大学生ぐらいかな。大学生の間はもらえるかもしれませんが、卒業すればもうもらえないということが多いと思います。そしてお年玉をあげる側ですが、これは一般的には社会人ですね。仕事を始めて自分でお金を稼いだらお年玉をあげるということが多いと思います。そしてそのあげる側が結婚しているかどうかは全く関係ありません。例えば私も大学を卒業して仕事をすぐに始めましたが、その時年下の子供、例えば甥とか姪とかが親戚の中にいたら、その子にお年玉をあげました。その時私は結婚していませんでしたが、
お年玉をあげました。なので日本ではね、その結婚しているしてないというのは全く関係ないですね。多分この質問をくれた方は香港出身なんじゃないかなと予想していますが、どうでしょうか。というのも私の香港の生徒が以前教えてくれたんですが、香港では結婚していない人はお年玉をあげなくていいらしいんです。なんだかちょっと特別な感じの条件だなと思うんですが、なんかそういうね習慣があるらしくって、それを初めて聞いた時に私もちょっとびっくりしました。そんな条件があるんですかっていうね、意外だったんです。なので今回この質問をくれた方ももしかして香港出身の方なのかなという、そういう疑問をね持つのは香港の方なのかなと思います。はい、このあれこれラジオを撮影しているのは2月3日なんですが、もうすでにね春節は終わっていて、おそらく私の視聴者の方たち皆さん春節をお祝いする地域国の方が多いのかなと思うんですが、皆さんどうでしたか？春節の時お年玉をあげましたか？何人ぐらいにあげましたか？誰にあげましたか？ぜひコメントのところで教えてください。きっと地域によって多少習慣が違うからみんなでシェアすると面白いんじゃないかなと思います。ぜひコメントお待ちしてます。はい、それでは今日のテーマについて話をしましょう。今日のテーマは2月のイベントです。日本の全国各地で行われる2月のイベントといえば大きく2つあります。一つは節分、もう一つはバレンタインデーです。毎年立春の前の日を節分と言って全国各地で節分をお祝いします。その時やることというのは大きく3つあります。一つは豆をまくことです。この時使う豆は乾燥させた大豆です。ちょうど私の手元にね、この今年の節分用に買った豆があるのでちょっとお見せしたいんですが、節分の前のだいたいそうですね、半月前ぐらいになるとこういった節分用の豆がスーパーマーケットで販売されるようになります。このような豆が中にたくさん入っています。でこの豆をどうやって使うのかというと、一つは鬼は外、福は内と言いながらこの豆をまきます。こうバラバラとまきます。鬼というのは人間にとって怖いもの、ちょっと嫌なものですね。そういったものは家の外に出て行ってほしい。鬼は外。そして福は内、福は幸福の福です。なので縁起のいいもの、幸福をもたらすもの、いいものは家の中に、内側に入ってほしい。福は内です。鬼は外、福は内。このように言いながらこの豆をまきます。それからこの豆はもう一つ使い方があります。それは自分の年齢の数プラス1個を食べるということです。例えば今年10歳の子供だったら10プラス1、11個この豆を食べます。そうすると1年間健康でいられるというそういう言い伝えがあります。そして2つ目は恵方巻きです。恵方巻きというのは巻き寿司のことです。通常は巻き寿司を食べるときは巻いた後小さく切って一口サイズの大きさにします。その方が食べやすいですからね。でも節分の時の恵方巻きは切りません。1本そのままを食べます。そして食べる時に恵方を向いて食べます。恵方というのは今年の縁起のいい方角です。ちなみに今年の恵方は西南西だったんですが、その恵方の方向を向いてみんなで無言でこの恵方巻きを食べます。無言というのは喋らないということです。なのでその光景をちょっと横から見たら面白い状況なんですが、家族みんなでこの大きいお寿司を手に持って、そして西南西の方向をこう向いて食べるっていうね、
そういう習慣があります。でこの恵方巻きは家で作る人もいるし、外で買ってくる人もいます。私は毎年家で作っています。ただこの恵方巻きを1本全部食べるっていうのはかなりお腹いっぱいになってしまうんですね。私が子供の時、例えば小学生中学生とか、そういうもうたくさん食べたいっていうそういう時期は、自分の分のこの1本食べた後またさらに追加でちょっと食べたりとかしていましたが、今は1本食べるのもちょっと多いなという感じです。なので本当はね切らない方がいいんですけど、私はいつもねこう半分に切って、その半分を恵方を剥きながら食べています。それから3つ目は飾るものです。自分の家の玄関にヒイラギとイワシの頭を飾ります。なぜそんなものを玄関に飾るのか。これは私が子供の時に聞いた言い伝えですけれど、鬼が家に来た時にそのイワシの頭があるとちょっと臭いですね。魚の匂いがありますね。臭いから家に入らない。そしてもう一つ、ヒイラギというのはトゲがあります。触ると痛いです。なのでそのヒイラギがあると鬼がそれが顔に当たって目に当たって、あ、痛い、やっぱりこの家には入らないって言って逃げて帰るっていう。なのでその鬼を自分の家に入れないためにヒイラギとイワシの頭を玄関に飾るっていう、そういうのをね聞いたことがあります。なのでその節分の時は3つのものですね。節分の豆と恵方巻きと飾るもの、その3つを用意します。ただ最後の飾るものについては今は私はやっていません。なぜなら今私が住んでいるのはマンションなんですね。共同住宅で自分の家の玄関の外にそういったちょっと匂いがするものを置いておくっていうのは少々抵抗があるので、今はやってないです。でも一軒家とかだったらやってる人もいるんじゃないかなと思います。今年の節分は2月2日でした。実は昨日が節分でした。なので家でね私もそうやって少しお祝いをしました。2月のイベント2つ目、バレンタインデーです。バレンタインデーは日本の伝統的なイベントではありませんね。2月14日バレンタインデー、これは西洋の習慣ですよね。ただ日本ではこのバレンタインデーってすごく盛り上がるんです。現在日本で2月14日というと美味しいチョコレートを食べる日になっています。なぜそんなことになったのかですね。昔日本のチョコレート会社が宣伝をしました。2月14日には好きな人にチョコレートを贈ろう。その宣伝が成功して、いつの間にか日本では女性から男性にチョコレートを贈るというそういう日になったんです。そしてもし好きな人がいてまだ付き合っていない、恋愛まだ始まってないっていう状況だったら2月14日にチョコレートを渡して、そして好きですって告白をするという、いつの間にかそのような日になりました。なので2月14日のだいたい1ヶ月前から半月前ぐらいになると、百貨店とかスーパーマーケットとかコンビニとかいろんなところでチョコレートのお菓子が販売されます。なのでそうですね、多分30年前とか2、30年前ぐらいまでだったら本当に女性から男性へっていうのがもう広く行われていて、例えば職場の女性たちから男性たちにみんなで共同でチョコレートをいくつか買って男性たちにあげるとか、家庭だったら子供からお父さんにとかおじいさんにとか、あと学生だったらクラスメートの男の子にとか、好きな人がいるんだったらその男の子にとか、そういった感じで2月14日女の子から男の子にチョコレートをあげるというのがすごく多かったです。ただ最近はね、もうこの10年15年ぐらいはだんだん状況が変わってきて、女の子から男の子にあげるっていうのは引き続きやってる方もいるんですが、それよりも友達にあげる、女同士でね、女の子同士の友達にあげる友チョコと呼ばれるものとか、
あとは自分自身へのご褒美ということで、ちょっと高級なチョコレートを自分にたくさん買うとか、そういった感じでバレンタインデーを過ごす人もすごく増えました。ただ現在でも共通しているのはやっぱりチョコレートですね。キーワードはチョコレート。チョコレートを自分に買うとか、友達にあげるとか、男性にあげるとか、とにかくチョコレートがよく売れる日です。ここまで聞いて、じゃあ日本では女の人があげるばっかりでなんかちょっと損じゃないですか？男の人いいですねって思うかもしれないんですが、実はバレンタインデーの1ヶ月後、3月14日に男性から女性にお返しをするんです。この3月14日はホワイトデーと呼ばれています。例えばある男性が職場で女性の社員たちからチョコレートをもらいました。じゃあその男性は誰からもらったということを覚えておいて、3月14日にその女性たちにお返しのプレゼントを渡します。このお返しのプレゼントは何でもいいです。お菓子でもいいし、例えば何か小物、雑貨とかアクセサリーとか何でもいいんですが、とにかくもらったらお返しをするという感じですね。なので、2月14日は女性から男性にチョコレートをあげる。そして3月14日は男性から女性にお返しのプレゼントをあげるという、そのような習慣があります。今日は2月3日で、バレンタインデーまであと11日あるんですが、もうすでに百貨店とかスーパーマーケットとか、あとはケーキショップとかチョコレート専門店とか、そういったところではもうバレンタインデー用の商品がたくさん並べられています。で今からね、もう準備して買っているっていう方もいるんじゃないかなと思います。私も今年はちょっと百貨店のチョコレート販売のコーナーに行って、美味しそうなものがあれば自分用に買おうかなと思っています。この時期になると普段は出店していないちょっと遠い地域のチョコレートショップとか、海外の、パティシエの商品とか、そういったものが百貨店の特別な、フロアに集められて、そこをねぐるっと回れば本当に国内外の有名なチョコレートが全部買えるという、そういうね特別な催事場があるんですね。でそれは各百貨店で毎年行われていて、それを楽しみに1年間待ってるっていう人も多いんです。プレゼントのために買う人もいますけど、私が見る限り自分のために買ってる人が多そうな印象ですね。普段仕事頑張ってるからちょっと自分にご褒美という感じでちょっと高級なチョコレートを買うって人が多そうです。皆さんの国ではどうですか？バレンタインデーはどのように過ごしますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日のあれこれラジオはここまでで終わります。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。